こんにちは、サラリーマン投資家道のりです。世界最大級の運営会社であるバンガードのレポート、バンガードプリンシパルズ for Investing in Success で資産運用の結果の9割は資産配分で決まると言われており、実際の資産配分が 91% を占めるという研究結果も出ています。それほどまでに重要な資産配分、いわゆるアセットアロケーションについて、本日は効率的な資産運用ができるかどうかの指標、シャープレッションに特化した世界のアセットアロケーション5選についてお話しします。なお、シャープレッションとは、リターンをリスクで割ったもので、この数値が高いほど効率の良い運用ができていることを意味しますので、利益・リターンを小さな変動幅、リスクで狙いたいときに押さえておきたいポイントです。私の50代の世代で重要な関心事である老後に使うお金のアセットアロケーション、日本年金機構の積立運用内容、ヨーロッパと日本の年金額や生活費用についてもご紹介しますので、ご興味のある方はチャンネル登録していただき、動画をご視聴くださいますようよろしくお願いします。それでは本日の動画内容はこちら。最初に世界のアセットアロケーション5選、次に老後に使うアセットアロケーション、最後に日本の年金積立運用のアセットアロケーション。それでは早速本題に入っていきましょう。ポートフォリオチャートで紹介されている世界のアセットアロケーションについて、簡単に特徴と資産配分、リターン、リスク、シャープレッションについてチャートにまとめてみました。データの期間は1970年から2020年4月の過去50年間になっています。早速ですが、世界のアセットアロケーションでシャープレッションが良いもの、私のような50代であまり大きなリターンでなくても振れ幅リスクが少なく投資効率の優れた厳選された5選を紹介します。それでは第5位から見ていきましょう。第5位はその名もコーヒーハウス。カフェやコーヒー生産国に投資するものではなく、投資対象7つで構成。1杯のコーヒーを飲む間にポートフォリオを設定できるほど簡単なポートフォリオという意味で公表したのは、アメリカの資産運用会社サウンドマークウェルスマネジメントの創始者であるビル・シュタルズ氏。過去10年以上にわたってプラスの収益を生み出すファンドから選定されており、株式の中でバリュー株に投資することでリスクを低減。世界株式、米国大型株式、米国小型株式、米国大型バリュー株式、米国小型バリュー株式、不動産に各 10% ずつ配分し、残り 40% を世界債券へ投資。過去50年間のリターンは 6.4%、リスクは 10.2%、シャープレシオは 0.63 です。続いて第4位、オールシーズン。世界最大のヘッジファンド会社ブリッジウォーターの創始者レイ・ダイオ氏のオールウェザーポートフォリオを一般の投資家向けに簡略化したものです。経済を4局面、経済成長期、経済停滞期、インフレ期、デフレ期に大別し、どんな場面でも適用できるのがコンセプト。世界株式 30%、長期米国債 40%、中期米国債 15%、金 15%、リターンは 5.5%、リスク 7.9%、シャープレシオは 0.69。続いて第3位はラリー。バッキンガム・ストラテジック・ウェルスの代表ラリー・スウェドローが2014年に推奨。債券を 70% 組み入れることで全体のリスクを抑えながらハイリスク・ハイリターンの株式に投資することで株式の値上がり益も狙える形。米国小型バリュー株式 15%、世界小型バリュー株式 7.5%、新興国株式 7.5%、中期米国債 70%、リターンは 5.3%、リスク 7.5%、シャープレシオ 0.70 です。第2位はパーマネント、永久。永久的に高級的な資産配分として大統領候補にもなったハリー・ブラウンが Whale Sure Investing Lifelong Financial Security in 30 Minutes で提唱。4つの資産を当分で保有し続けることでどんな時にも対応できるとしています。キャッシュと債券で 50% を占めているため、同じ4資産に同配分し、リスクを格段に抑えるのがコンセプト。世界株式 25%、長期米国債 25%、キャッシュ 25%、金 25%、リターンは 5%、リスク 7%、シャープレシオは 0.71 です。そして堂々の第1位はゴールデンバタフライ。インターネット上でテイラーと名乗る匿名の男により提唱されたポートフォリオですが、過去50年で非常に優秀な成績を上げた資産配分です。バタフライの由来は株式 40% と債券 40% を跳ね、金 20% を頭に見立てています。株と債券はそれぞれ二分化されており、すべて 20% ずつの配分になっていて分かりやすくて良いですね。シャープレシオが高く、リスクの低い効率的な運用ができます。老後に使うお金のアセットアロケーションを考えてみます。まず、老後に使うお金を安全資産と運用資産に大きく2つに分けてみます。安全資産もしくは無リスク資産は預貯金や個人向け国債など元本保証の商品。運用資産もしくはリスク資産は株式や投資信託などリスクを取った利回りの高い商品を指します。一般的には100から年齢を引いた額をリスク資産へ投資、その他はローリスクや無リスク資産にしておくべきと言われています。
ここでのポイントは、老後に使うお金は全て運用資産に回すのではなく、安全資産と運用資産の割合を自分のペースや好みで変化させていくことです。これから資産形成を始められる方は、一括で投資するようなことはせずに、運用資産の割合を少しずつ増やしていくのが良いでしょう。自分に合った割合を決めることが重要なポイントの一つです。次のステップは、世界の偉い方の考えた実績のあるアセットアロケーションをご覧いただきましたので、この運用資産をどのようにアロケーションするのかです。以前の動画で GDP 額の比率配分のお話をしましたが、ここではもっとシンプルに、運用資産は日本国内、先進国、新興国の株式を時価総額の大きさに応じて配分するアセットアロケーションを考えていきます。すべて株式ではハイリスクではと意外に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、資産全体のリスク度合いは安全資産と運用資産の割合で調整しているので、運用資産部分はハイリスクの株式でも問題ないと考えています。その時価総額って一体何ですか？はい、時価総額とは投資家が評価する会社全体の価格、株価×株数で求められ、株価が変わると時価総額も変わります。例えば、ある会社を 100% 回収しようとする場合、その会社の時価総額と同じ金額が必要となり、その会社、その国自体の価値のようなものです。いろんなファンドが出回っており、何を買っていいのか迷ったときは、リターンや維持費用も大事ですが、最終的には時価総額の大きさ、運用期間が長いものを最終的に選ぶようにしています。それでは少し具体的に考えてみましょう。ここでは老後に使うお金として現在200万円を持っていたと仮定します。そのうち2割の40万円を運用資産として配分することにします。こちらは2023年8月末における時価総額の地域別のチャートで、全世界に 64.2 兆ドル、先進国が58兆ドル、ヨーロッパが 10.2 兆ドル、新興国が 6.3 兆ドル、アジアパシフィック 6.8 兆ドル、ブリックス 3.6 兆ドル。続いて地域別のシェアは、先進国が北米 63.6%、アジアパシフィック 10.7%、先進国のヨーロッパ 16%、エマージング新興国 9.8%。国別のシェアは、米国が 61.5%、日本が 6.4%、私の住んでいるイギリスは 3.9%、中国 3.2%、フランス 2.9% と続いています。これらのシェアを大きく分けると、日本国内 6.4%、先進国 83.8%、新興国 9.8% であり、おおよそ1対8対1の比率となります。つまり、40万円のうち 10% の4万円を国内、日本株式に、80% の32万円を先進国株式に、そして残りの4万円を新興国株式に配分するというわけです。日本にはこれらのアセットクラスに投資できる ETF として調べてみたところ次のようなものがありました。日本の国内株式として、ネクストファンド、トピックス連動型上場投資、先進国株式、ネクストファンド、外国株式、MSCI 国際指数、為替ヘッジなし、連動型上場投資。最後に、新興国株式、ネクストファンド、新興国株式、MSCI エマージングマーケットインデックス、為替ヘッジなし、連動型上場投資。ただしこれらは海外イギリスからは購入できませんので、私のポートフォリオは MSCI 日本コア企業 ETF へ 7%、アメリカ含む先進国 ETF へ 70%、新興国のインド ETF への投資を 23% としており、以前のインドの動画でお伝えしました通り、インドの GDP 人口成長率、天才経営者のポテンシャルをかなり買っており、少しハイリスクハイリターンを覚悟の上で 13% 以上新興国への投資を増やして運用しています。それではここで私が保有している ETF6 銘柄のリターン、リスク、シャープレシオを詳しく確認してみましょう。こちらが1ヶ月前から過去5年間の成績を示したチャートですが、インド ETF の5年前のデータがなく、向こう3年間の全6銘柄の成績をまとめたものがこちら。投資効率を示すシャープレシオに注目すると、MSCI とフランクリンのインド系2つの ETF が1位と2位を独占しており、0.77 と 0.91 でリターンが高く、リスクの少ない優秀な銘柄と言えます。過去3年間の成績では、アメリカのナスダック100よりも安定した変動幅の少ない成績を残してくれています。その次に、アメリカの S&P500 が続きますが、シャープレシオは 0.60。過去3年間で最も非効率な投資先なのは、日本の大手コア企業へ投資する MSCI ジャパンは、ローリターン、ハイリスク、シャープレシオは 0.09 と最も悪い結果になっています。ただし、この1年間だけを捉えてみると、相場が安定していたこともあり、シャープレシオは 0.72 になっているので、時価総額のポートフォリオ率1対8対1に基づき、引き続き日本へは約 10% のポートフォリオをめどに分割積立投資を継続していこうと考えています。
フランスでは年金受給時期が62歳から64歳へ引き上げるということで、昨年3月に政府の一方的な年金改革に抗議し、警察隊と衝突、110万人規模のデモとストライキがあったのが記憶に新しいところです。日本の年金積立運用は GPIF という独立行政法人が行っているそうです。その GPIF というのは、年金積立金管理運用独立行政法人のことで、厚生労働省所轄の独立行政法人で、日本の公的年金のうち、厚生年金と国民年金の積立金の管理運用を行っているところです。株式債券等に広く分散投資していて、2023年度第2四半期時点の運用資産額は約219兆億円で、世界の年金基金の中で運用資産額は世界最大規模です。資産配分ポートフォリオやアセットアロケーションについて周りを見渡してみるといろんなご意見が溢れ返っており、一般的なのは株式等のリスク資産と現金債券等のローリスク資産の割合は100から年齢を引いた額をリスク資産へ投資、その他はローリスク資産にしておくべきというのが一般的です。日本で有名なのは海外株式に 25%、海外債券 25%、日本株式 25%、日本債券 25% の資産配分が定番ですが、この GPIF が積み立てで資産運用している23年度の最新アセットアロケーションは、国内債券 35%、国内株式 25%、外国株式 25%、海外債券 15% で運用しています。定番よりも国内債券の割合を 10% ほど増やしているようです。年金運用に引き続き、最後に日本の先行きが非常に不安なので、日本とヨーロッパの年金額や生活コストを比較していきたいと思います。こちらの表はヨーロッパの国別に1人当たりの年金受給額、生活費用、その年金で生活コストを補えるのか、生活補填率の記録です。ポンド計算されているので、1ポンドあたり180円で日本円に換算したチャートがこちら。為替レートによってかなり印象が変わってきますので、年金による生活補填率、パーセンテージに終点を当てて見ていきたいと思います。第1位はスペインで、年金受給額は約41万円、生活コストは10万円レベルなので、生活補填率は 407%、かなり分厚い年金制度と言えます。金額が最も高いのがルクセンベルクで約55万円支給されるようです。今年デモをなったフランスでも 199% とかなり優遇された制度となっているのがわかります。さて日本は厚生年金受給者が14万4890円。これは20年以上厚生年金に加入した場合の老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計です。国民年金受給者は5万5384円。老齢基礎年金。総務省調査65歳以上の高齢者1人の生活費の中央値は7万7000円。ちなみに平均値は16万5000円。厚生年金と基礎年金受給者であれば、年金のみで生活費を賄える率は、中央値ベースではプラス 188% となります。これはヨーロッパ諸国の中でも8位から9位の間になり、かなり上位に位置します。ちなみに平均値ベースとなってしまうと 0.88% で、年金だけでは 12% 不足します。さらに、基礎年金のみの受給額は5万5384円で、中央値ベースで 0.71% で 20% も不足することになり、ヨーロッパに比べると21位まで順位が下がってしまいますので、年金だけでは快適な老後を過ごせない結果になっており、人生100年時代、仕事へのモチベーションは日々減退していきますので、50代、60代からでも節約資産運用はマストであるとつくづく思い知らされます。それでは本日の動画はこれでおしまいにします。最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押してもらえると、これからの動画作りの励みになりますのでぜひお願いします。それでは次回動画でまたお会いしましょう。バイバイ。